18世紀のヨーロッパにおいて啓蒙専制君主として名を馳せたエカチェリーナ2世。ロシア帝国の拡大と近代化を推し進め、国家機構の強化とともに文化振興にも力を注いだ彼女は、一介のドイツ貴族の娘から帝国の女帝となり、自らの意志と戦略によって歴史の歯車を大きく動かした。だが、その華やかさの裏側では、専制と自由、改革と反動、啓蒙と抑圧という相反する力が交錯していた。なぜ彼女は啓蒙君主でありながらも、濃度性を強化せざるを得なかったのか。そして彼女の政治が、後のロシア社会にどのような遺産を残したのか。この人物の軌跡から近代国家と専制の本質を掘り下げていきたい。今後も人物史を通じて歴史の真相に迫る試みを継続するため、チャンネル登録と高評価によるご支援を賜れますと幸いです。第1章、プロイセンの娘からロシア王妃へ。エカチェリーナ2世として歴史に名を刻む彼女がロシア皇位に接近する最初の契機は、1744年のロシア宮廷からの招待であった。彼女の本名はソフィー・フレデリケ・アウグスタ・フォン・アンハルト・ツェルプスと、ドイツ北部の小公国に生まれた無名のプロテスタント貴族の娘であった。だが、プロイセン王フリードリヒ2世と縁戚関係にある母の社交的手腕と、ロシア皇帝エリザベータの政治的思惑が重なった結果、皇太子ピョートル、後のピョートル3世の非候補としてモスクワに召されたのである。この招待の背景には、帝国の正当性を強化したいロシア王朝の意図と、ヨーロッパ列強との婚姻関係によって国際的地位を確保したい宮廷の思惑があった。ロマノフ朝はピョートル大帝以降、西欧化を国是として掲げていたが、依然としてその君主家系は信仰の域を出ず、欧州の伝統ある王家と比べると不安定だった。そこでゲルマン系の血統を持つ王妃を迎えることが帝室の権威を補強する手段とされた。当時のヨーロッパではハプスブルク家やブルボン家など、血統と家系が権力の正当性を保障する重要な要素とされていたため、ロシアのように信仰の王朝が西欧から非を迎えることは国際的承認を得る上で有効だった。プロイセンにとっても、若きソフィーをロシアの皇族に嫁がせることは将来的な影響力拡大の契機と映っていた。モスクワ到着後、ソフィーは厳格な正教会の洗礼を受け、エカチェリーナ・アレクセイエブナと改名。ロシア語の習得と宮廷作法の習熟に励み、自らがロシア人であると周囲に印象をつける戦略を取った。この姿勢はエリザベータ女帝をはじめとする宮廷に好意的に受け入れられ、1745年には正式に皇太子ピョートルとの婚姻が成立した。だがその一方で、ロシアの民衆がドイツ出身の皇太子妃に熱狂していたわけではない。当時の記録には、彼女の洗礼をめぐって信仰への忠誠か政治的仮面かとする論争もあった。地方の貴族や正教会の保守的聖職者の中には、彼女の急速なロシア化を疑問視する声も根強かったという。またこの婚姻には宗教と王朝法の問題も絡んでいた。ロシアではピョートル大帝の定めた帝位継承法によって皇位は女帝の任命によるものとされており、婚姻自体が時代の皇位継承者の正当性を左右する重大な制度的意義を持っていた。エカチェリーナの王妃就任は単なる結婚を超えた王朝秩序の再編でもあったのである。ピョートルとの関係は早くも冷却化していった。彼はドイツ語圏のルター派文化に強く固執しており、軍事オタクとして知られる一方で、宮廷の礼節や政治には無関心だった。対照的にエカチェリーナはロシア語を学び、ロシア正教を受け入れ、宮廷内での政治的感度を高めていった。この夫婦関係の非対称性こそが、後のクーデターの遠因となる構造的伏線でもあった。現代の歴史学では、この時期のエカチェリーナの行動は戦略的順応として評価されている。彼女がただの政略結婚の駒に過ぎなかったという見方はもはや少数派であり、彼女自身が政治的意図を持って皇位に接近したとする研究が主流となっている。18歳の若さでロシア王妃となった彼女は、すでに自らの未来を歴史と重ね合わせる覚悟を固めていたのである。第2章、宮廷クーデターと帝位簒奪。1762年7月、ロシア帝国の歴史は劇的な転換点を迎えた。わずか半年の在位で退位させられ、最後を迎えたピョートル3世に代わり、
その妻エカチェリーナが皇帝の座についたのである。この政変は単なる宮廷の権力闘争ではなく、帝国の統治構造そのものを左右する重大な政治転換であった。なぜ皇后が夫を廃位し、帝国の支配者となることが可能だったのか。そこには軍と貴族、そして帝国のアイデンティティをめぐる複雑な力学が働いていた。ピョートル3世は1761年末にエリザベータ女帝の崩御に伴い即位したが、その政治的資質は早くから疑問視されていた。彼は根っからのプロイセン崇拝者であり、ロシアの敵国であるはずのフリードリヒ大王に媚びへつらうような外交を展開した。特に7年戦争の最中にあってロシア軍の勝利目前で講和を結び、プロイセンとの軍事同盟を結ぶという決定は、軍部と官僚の多くにとって耐え難い裏切りと映った。国内政策においても彼の統治は貴族層の期待を裏切った。彼はドイツ人を重用し、ロシアの伝統的な制度や正教会を軽視する態度を取ったため、宮廷や聖職者層の支持を一気に失った。加えて皇后エカチェリーナとの関係は冷え切っており、彼女が政権基盤を築く上での抑止力とはならなかった。このような状況下でエカチェリーナは巧みに軍部と貴族層の支持を取り付けていった。特にこの連隊であるプレオブラジェンスキー連隊やイズマイロフスキー連隊の将校たちは、彼女の政治的指導力と知性に信頼を寄せていた。彼女は宮廷の動向を冷静に観察しつつ、自らに忠誠を誓う人物を次第に周囲に集めていった。1762年7月9日、エカチェリーナは密かに首都ペテルブルクのイズマイロフスキー兵営に姿を現し、この衛兵の前で祖国を守るため皇帝として帝国を導くと宣言した。この瞬間、彼女は軍の支持を得て事実上のクーデターを成し遂げたのである。ピョートル3世は首都を離れたものの、支持勢力が少なすぎて抵抗できず、間もなく退位を強いられ、その後幽閉先で急死した。死因をめぐる議論は尽きないが、政治的な暗殺と見るのが通説である。この政変に対する民衆の反応は決して一様ではなかった。都市部では比較的平穏に受け入れられたが、地方の一部では正当なツァーリが謀略によって殺されたとする噂が流れ、後のプガチョフの乱1773年ではピョートル3世を自称する反乱者が現れるほど民間には根強い同情があった。制度的にはエカチェリーナの即位は帝位継承の法的枠組みに重大な揺らぎをもたらした。ピョートル大帝が定めた任命による継承の制度にのっとれば、前皇帝が次代を指名するのが原則だったが、今回のような軍事的簒奪が正当化されてしまえば、以後の継承秩序は不安定化することになる。実際、ロシアの帝位は以後も政争や軍事力による奪取の余地を残したまま近代を迎える。当時の貴族や軍人たちは、彼女の即位を秩序の回復として評価した。特に啓蒙思想に感化された知識人層は、エカチェリーナが理性的かつ西欧的な統治を実現してくれることへの期待を抱いた。他方で、正教会の一部はピョートルの扱いに不満を表明しており、神の意志に逆らった統治という影の批判も存在した。今日の歴史学では、このクーデターは近代ロシア政治の構造的転機と位置づけられている。絶対君主制が制度的正当性を失い、軍と官僚の指示によって統治が成立するという構図は、後のニコライ1世やアレクサンドル2世の治世にも影を落とす。エカチェリーナはこの時、単に皇帝になったのではなく、権力の構造改革を象徴する存在となったのである。第3章、プガチョフの乱と農民支配の再構築。エカチェリーナ2世の治世を根底から揺るがした最大の内乱が、1773年に始まったプガチョフの乱である。これは、農民とコサックによる広範な武装蜂起であり、ロシア帝国史上最大規模の民衆反乱として記憶される。首謀者エメリヤン・プガチョフは、自らを死んだはずのピョートル3世と称して反乱を正当化し、農奴制の圧政に苦しむ農民の支持を集めた。反乱は単なる地方の騒動ではなく、帝国の構造的な歪みを浮かび上がらせる現象として、ロシア国家の統治の在り方を根本的に問い直す契機となった。この放棄の背景には、農奴制の拡大と階級的抑圧の進化があった。エカチェリーナは即位後、貴族層の支持を固めるため、貴族自由令1785年に先立ち、
彼らに広範な農地と農民支配の権限を与えていた。その結果、農土の境遇はさらに悪化し、移動の自由を奪われ、重税と労役にあえぐ生活を強いられていた。特にボルガ流域やウラル地方では、地主の専横と国家徴税の二重苦が深刻化していた。このような社会的背景のもと、プガチョフが掲げたピョートル3世の復活は政治的スローガン以上の意味を持っていた。正教的王権観が根強く残るロシアでは、真のツァーリが貧民を救済するという信仰的イメージが民衆の心に響きやすかった。彼はツァーリは民の父であり、圧政者は偽の支配者であるという物語を巧みに利用し、農民だけでなくコサック、旧信徒、ラースコーリニキ、さらには一部のタタール系民族をも巻き込む広域的運動へと発展させた。外交的にも反乱が起こった1770年代はロシアがオスマン帝国との戦争を継続しており、帝国の軍事資源は南方に集中していた。この軍事的空白がプガチョフの軍がウラルからボルガ流域にかけて急速に拡大する背景となった。彼の軍は一時火山を襲撃し、地方都市を次々と陥落させたことで、ロシア国家の中枢は深刻な危機感に包まれた。この反乱に対するロシア政府の反応は極めて厳格であった。エカチェリーナは直ちに正規軍を派遣し、徹底した鎮圧作戦を展開した。1774年にプガチョフ軍がボルガ中流域で大敗を喫した後も、徹底した掃討戦が継続され、1775年にプガチョフは逮捕公開処刑された。だが、それだけでは終わらなかった。反乱が一応の終結を迎えると、エカチェリーナは行政制度と農民統治の再編成に乗り出した。1775年に制定された憲政改革、グベールニヤ改革は、その象徴的成果である。この改革では、帝国内を多数の県、グベールニヤに再編し、各地に知事と官僚を派遣して中央政府の統治力を強化した。また、治安維持のために警察制度も拡充され、民衆の監視体制が強化された。表向きは効率的な行政機構の構築だが、その根底には再び反乱を起こさせないという国家防衛の論理があった。当時の上層貴族や知識人は、プガチョフの乱を野蛮な暴動として非難し、専制の正当化に用いた。だが一方で、一部の啓蒙思想家たちは、濃度性の過酷さが反乱の温床であることを認識しており、エカチェリーナ自身も表向きには濃度性改革に理解を示す姿勢を見せた。しかし、実際の政策では濃度性の維持と貴族支配の安定を優先しており、改革はほとんど進まなかった。現代の歴史学では、プガチョフの乱は単なる農民の反乱ではなく、ロシア国家の支配原理に対する根源的挑戦とみなされている。政治的な中心が軍と官僚によって支えられていた帝国において、民衆が別のツァーリを支持する可能性を示したという事実は、以後の国家統治における不安定要素として長く意識され続けた。エカチェリーナの治世における濃度政策は、この反乱を境により一層、強制と抑圧の方向へと傾斜していくのである。第4章、立法委員会と啓蒙専制の実験。1767年、エカチェリーナ2世はロシア帝国史上初の大規模な立法集会、いわゆる立法委員会、ウロジャイナやコミッシアを招集した。これは、帝国の統治法を抜本的に見直し、国家の啓蒙化を進めるための象徴的な試みであった。この集会には、帝国内のすべての階層から選出された564名の代表が参加し、法律や慣習に関する意見を提出した。しかしこの実験は、制度的には中途で頓挫しながらも、エカチェリーナの政治理念と限界を明らかにする重要な契機となった。この立法委員会の発端は、エカチェリーナが自身の知性を啓蒙専制君主として定義しようとした意思にある。ボルテールやモンテスキューといった啓蒙思想家との書簡を通じて西欧的政治理論に精通していた彼女は、理性と法による統治を理想とし、それを実証する場として全国的な立法会議を起としたのである。彼女が起草した中図、訓令は、その核心をなす政治文書であり、人間の平等、法の支配、拷問の廃止などを謳い、ルソーやベッカリーアの影響を色濃く反映していた。だが、委員会の構成は複雑だった。貴族、都市民、コサック、
国境地帯の異民族、そして農民までもが代表を送り、彼らはそれぞれの立場から意見を述べた。例えば貴族は自身の既得権益の保護を求め、都市民は商業活動の自由を要求した。一方で農民代表の声は抑圧的制度の改善を訴えたが、実際には極めて制限的な表現しか許されず、農土制そのものへの批判は議論の外に置かれていた。この立法委員会の存在自体はロシア帝国における議会的制度の先駆けとみなされることもあるが、現実には絶対主義体制下の意見聴取に過ぎず、立法権や議決権は付与されていなかった。エカチェリーナはあくまでも最終的な決定権を自らに留保し、各代表の声を政策参考として扱うにとどめた。周辺諸国の反応も興味深い。プロイセンやオーストリアの観察者は、ロシアがついに制度改革に向かうかもしれないとの期待を示した一方、フランスでは啓蒙思想の実践例として称賛の声が上がった。だが現実にはこの委員会はわずか1年ほどで中断され、最終的な立法案の成立には至らなかった。この挫折の背景には制度上の問題だけでなく、同時期に進行していたロシア・オスマン戦争1768から74年の影響が大きかった。戦争によって国政の優先順位が変化し、エカチェリーナの啓蒙的改革は平時の理想として後継に退いた。さらに農土制を柱とする貴族支配構造の下で、農民の権利拡大は政治的リスクとみなされ、制度改革の前提条件自体が崩れていた。当時の知識人の間では、皇帝が国民の声を聞こうとしたという象徴性が一種の希望として共有されたが、貴族層にとっては危険な自由の兆候とも受け取られた。エカチェリーナ自身も後年、国民は意見は持つべきだが決定権は持つべきではないと述べており、啓蒙専制という概念の内在的矛盾が明らかになっている。現代の評価において、この立法委員会はロシアにおける制度的近代の曖昧な出発点として位置づけられる。表面上は進歩的な政治姿勢を示しながらも、制度的社会的な土台の欠如が持続的改革を阻んだ。その意味でこの試みは啓蒙思想と専制体制がどこまで両立可能かという問いを突きつける歴史的事件でもあった。第5章、クリミア併合と南方政策の転換。1783年、ロシア帝国は黒海北岸のクリミア半島を正式に併合した。これはエカチェリーナ2世の治世における最大の外交的成果の一つであり、同時にロシアの南方戦略が根本的に転換した瞬間でもあった。オスマン帝国の影響下にあったこの地域を手中に収めたことで、ロシアは南下政策の実質的な第一歩を刻んだのである。だが、この併合は単なる領土拡張にとどまらず、帝国の国際的立ち位置、宗教政策、民族統治の課題を複雑に絡み合わせた歴史的転機でもあった。この併合の背景には、1768年から1774年にかけて行われたロシア・オスマン戦争の結果、ロシアが黒海沿岸への影響力を高めたという経緯がある。とりわけ1774年のキュチュク海なる自条約において、クリミア半国は形式上の独立を認められたが、実際にはロシアの影響下に置かれることになった。この構造的矛盾は、併合に向けた布石として機能した。ロシアはその後もクリミア内政に介入を強め、親ロシア派のタタール貴族を支援し、反オスマン勢力の基盤を固めていった。こうして1783年、エカチェリーナはクリミアの自発的併合を宣言し、黒海艦隊の拠点であるセバストポリの建設に着手した。これは単なる軍事拠点の整備にとどまらず、帝国が南方において常設の地中海戦略を持ち始めたことを意味していた。周辺諸国の反応は鋭く分かれた。オスマン帝国はこの併合を主権侵害とみなしながらも、当時の内政不安と国際的孤立から軍事的反撃には踏み切れなかった。一方、オーストリアとはこの機に二国間の同盟関係を強化し、将来的な対オスマン戦争への布石が打たれていた。イギリスやフランスはバルカン半島の均衡が崩れることを警戒しつつも、明確な介入は行わず、バランス・オブ・パワーの一環として様子を見守っていた。民衆レベルでは、併合に対する認識は分裂していた。ロシア国内では勝利の象徴として熱狂的に称えられ、エカチェリーナは黒海の女帝と称えられたが、
クリミアの現地では強制的な同化政策や正教会の布教に対する反発が強まり、イスラム教徒のタタール人の大量移住抵抗が続いた。併合はロシア帝国における多民族統治の試金石ともなったのである。制度面では、この併合によりロシアは新たな行政区画を設け、軍政主導による統治を強化した。セバストポリには黒海艦隊の司令部が置かれ、軍と行政が一体となってインフラと要塞化を進めた。また、正教会は信仰による統合の理念を掲げ、モスクの教会化や神学校の建設が推進された。これに対して、タタール人社会ではシャリーアの習慣とロシアの世俗法が併存し、法的な混乱が長期にわたって続いた。関係者間の評価もまた割れていた。軍部や宮廷の多くはこの併合をツァーリ国家の自然な膨張とみなし、啓蒙的世界観の中で正当化された。一方で、民政担当官の一部や宗教界では、異文化との圧力と過剰な同化政策に懸念を示しており、統一より共存の必要性が唱えられることもあった。現代の研究では、1783年のクリミア併合は帝国主義的国家の端緒として位置づけられている。ロシアが以後、カフカス、バルカン、中央アジアと次々に領土を拡大する中で、このクリミアが果たした制度的軍事的役割は決定的であった。また、併合の方法とその後の統治は、後のロシア帝国とソ連時代を含む異民族統治モデルの原型を提供したと評価されている。第6章、ポーランド分割と東欧戦略の極点。18世紀後半、ロシア、プロイセン、オーストリアの3国によって3度にわたりポーランド・リトアニア共和国の領土が分割された。この連続的な領土解体は、地政学的な均衡と王権制度の衰退が交錯する中で展開された、ヨーロッパ近世国家体系の一大転機である。エカチェリーナ2世の治世下におけるこの分割政策は、ロシアの東欧戦略の頂点であり、啓蒙専制君主としての矛盾もまた最も露呈する局面となった。ポーランドはもともと宣教制を取る共和体制であり、貴族、シュラフタの自由を重視した貴族民主制によって政治が動いていた。だがこの体制は次第に無力化し、議会、政務はリベラム・ベト全会一致制によって意思決定が停滞。17世紀末から18世紀初頭にかけては外圧に屈しやすい名目的国家と化していた。ロシアはこの体制の不安定性を利用し、親ロシア派貴族を支援して国内政治に介入していった。第一次分割、1772年は、ポーランド国内の無政府状態とロシア・オスマン戦争後の調整の中で実現した。ロシアは東部のベラルーシ地方を獲得し、帝国の西方国境を安定させた。だが、この時点での分割はあくまで秩序回復の名の下に正当化されていた。第二次分割、1793年は、ポーランド側の近代化改革とりわけ1791年の5月3日憲法に対する反発から発生した。これは立憲君主制と市民権の拡大を目指した試みだったが、ロシアにとっては危険な自由主義運動に移った。エカチェリーナは直ちに軍事介入し、親ロシア派のタルゴビツ亜連盟を支援して憲法を撤回させるとともに、ウクライナ西部を自国領に併合した。ここに見られるのは、啓蒙を標榜する一方で、他国の立憲化に対しては徹底的に弾圧する選択的近代化の構造である。第三次分割、1795年に至っては、すでに国家としてのポーランドの独立性は完全に消滅していた。1794年の古紙中種誤放棄によって一時的に反ロシアの機運が高まるも、ロシア軍はこれを鎮圧し、残る中部ポーランド地域を併合した。ロシア、プロイセン、オーストリアの3国によってポーランドという国家は地図上から抹消された。この過程において、ロシアの制度統治構造は大きく拡張した。新たに併合された領土では、軍政主導の行政機構が敷かれ、正教会の布教、ロシア語教育の導入、濃度制の全身的拡大などが進められた。一方で、旧ポーランド領では依然としてカトリックが根強く、民衆レベルでの同化には限界があった。ヨーロッパ諸国の反応も複雑であった。啓蒙思想の潮流の中で、ポーランドの改革は自由と理性の実験場とみなされていたため、その崩壊は大きな衝撃を与えた。とりわけフランス革命を経験した知識人層にとって、
ポーランドの消滅は専制による啓蒙の否定とも映った。ロシアの行動はヨーロッパの均衡維持に資するとされた一方で、正当性なき強奪という非難も根強かった。今日の歴史学では、ポーランド分割はロシア帝国が軍事的領土拡大を合理化する国家に変貌していく過程と捉えられている。また、形式的には合法的介入を装いながらも、実質は制度的空白に対する侵略という評価が一般的である。エカチェリーナはこの間、一度も征服という語りを用いず、全てを秩序回復や民族保護の名で正当化していた。この誤報の政治性こそが、帝国主義の原型の一つとして現代にも問いを残すのである。第7章、晩年の権力集中と改革の限界。1790年代、エカチェリーナ2世の治世は晩年を迎えたが、その統治はむしろ絶対主義の集大成として完成度を高めていった。彼女は依然として膨大な行政外交文化政策を自ら統括し、事実上の独裁体制を築き上げた。しかし、その裏には啓蒙専制の矛盾、社会構造の硬直、そしてフランス革命の衝撃に対する反動が深く刻まれていた。改革の推進者として歴史に名を残したエカチェリーナが、なぜ晩年には保守化に向かったのか。その問いは、近代国家と絶対君主制の宿命を照らし出す鍵となる。この時期、ヨーロッパを揺るがした最大の事件が、1789年に勃発したフランス革命である。当初、エカチェリーナはフランスの啓蒙思想に共感を抱いていたが、ルイ16世の処刑とジャコバン派の台頭を目の当たりにすると、その態度は一変した。王権の転覆は理性による統治の帰結ではなく、無秩序と野蛮の再来として理解され、以降、彼女の政治姿勢は明確に保守化の道をたどることになる。この変化は、国内政策にも顕著に現れた。エカチェリーナは知識人層の言論を監視下に置き、出版教育における検閲を強化した。かつては庇護していた啓蒙思想家の一部を排除し、外国思想の流入にも制限を設けた。また、1792年以降はロシア国内の革命思想拡散を警戒し、密告制度の整備、秘密警察の活動強化など、治安政策を徹底した。さらに、社会制度の面でも改革は明確に停滞した。濃度制に対しては、プガチョフの乱以降、既得権益層である貴族の反発を恐れ、制度改革への着手は事実上凍結された。1796年までの30年間で、濃度の数は大きく増加し、国家から固定された労働力として管理される傾向が強まった。エカチェリーナは、啓蒙思想を標榜しつつも、その社会基盤をなす農民に対しては極めて抑圧的な統治を続けたのである。晩年の外交政策は、一見して活発であったが、実際には保守的な安定志向が強かった。バルカン半島への南下政策や国会方面での要塞建設は継続されたが、それらは既存の領土を防衛し、秩序を保つことに主眼が置かれていた。1791年にはトルコとの戦争が講和に至り、ヤシ条約によってドニエストル河合島を獲得。これにより南方国境は一応の安定を見たが、それ以上の拡張には慎重であった。彼女の側近補佐官たちとの関係も変化した。若き日にはポチョムキンのような革新的軍人を重用していたが、晩年にはより保守的で順応的な官僚を重用する傾向が強まった。宮廷政治は形式化し、政策決定も安全志向に偏りがちで、政治的活力の低下が指摘されている。現代の研究では、エカチェリーナの晩年を安定の代償としての停滞と評価する声が強い。彼女は確かに文化軍事行政においてロシア帝国を大国に育て上げたが、その支配構造は極めて中央集権的かつ保守的であり、次世代に構造的な歪みを残した。特に濃度制の放置と議会制の不在は、19世紀以降のロシア社会の爆発的な不満の土壌となっていく。1796年、エカチェリーナは脳卒中で急死した。彼女の死によって専制君主としての治世は終わりを迎えるが、その遺産は帝国の制度と意識に深く刻まれたまま残された。理性による支配を掲げながらも、最終的には秩序と安定を選び取ったこの女帝の選択は、専制国家における啓蒙の可能性と限界を象徴していた。今回の動画は以上となります。エカチェリーナ2世の治世は、
啓蒙思想と専制君主制という矛盾する要素を同時に抱えた歴史的実験の場であった。彼女は文化軍事外交の各分野でロシア帝国を飛躍的に拡大し、西欧化を推進することで帝国の近代化を志した。一方で、その改革の根幹には絶対的な権威の保持が据えられており、濃度制の温存や議会的制度の不在といった統治の構造的欠陥はむしろ強化された。なぜエカチェリーナは啓蒙君主と称されながら、自由や平等といった理念を社会制度に実装することができなかったのか。その問いは、国家の近代化が理念ではなく統治の現実によって規定されるという政治の本質を我々に突きつけている。彼女の生涯は、理念と統治の齟齬を映す鏡として、今なお現代政治の根源的な問題に光を当て続けている。最後までご視聴いただきありがとうございます。本シリーズの継続とさらなる歴史分析の進化のため、チャンネル登録および高評価をいただければ光栄です。それではまた次の話でお会いしましょう。